世界にはいつ、誰が、何のために、またどのようにして作成されたか、未だ解明されていない不思議なオブジェクトや建造物が数多くあります。私たちが住む日本もその例外ではなく、多くの謎に包まれたオブジェクトが多く存在します。今回の動画では、その中でも3つの奇跡とまで称された日本3奇についてご紹介したいと思います。日本三奇とは、江戸時代後期の医者である立花南慶が自身の著書の中で、天の逆鉾、石の宝殿、四区の新釜のことを3つの奇跡と称したことに端を発します。それでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。天の逆鉾は、霧島連山の主峰であり、ニニギの命の天孫降臨で有名な高千穂の峰の山頂に突き立てられています。この天の逆鉾は、霧島六社権現の一社、霧島東神社の社宝です。しかしながら、この天の逆鉾がいつ、誰の手によって、この場所に置かれたものなのかなどについては、神話にまつわる数々の伝説が存在しますのでご紹介します。天の逆鉾は、一般的には危機に登場する天のぬぼこの別名ともされています。高間ヶ原の神々に命ぜられた、イザナキとイザナミによる国生みの際に使用され、おのごろ島をはじめとして日本列島を作り出した。その天のぬぼここそ、天の逆鉾であるというのが一説です。おのごろ島については、他の動画でご紹介していますのでよろしければご覧くださいね。伝承においては、ニニギの命が天孫降臨の際に使用した矛であるとされています。芦原の中津区に平定のために使用された後、二度と使われることがなく、争いのない平和な国であるように、との願いを込めて、高千穂の峰に突き立てられたといいます。神話の時代のお話のため、もちろん真相は定かではありません。天の逆鉾の存在が確認されている最初の文献は、延宝3年、神道家である立花光義氏が記録した諸国一宮準慶記に記されています。一説では、奈良時代から存在していたとも言われているようですが、この説については、残念ながら記録に残っていないので、何とも言えないところではありますね。また、作成者についても諸説があり、信心深い山伏が置いたとする説や、島津義久が鍛冶屋に作らせたとする説もあります。皆さんがよくご存知の人気者、坂本龍馬ですが、1866年に新婚旅行で、妻のお涼と霧島を訪問。その際に、高千穂の峰を登山し、この頃からすでに日本三奇として知れ渡っていた天の逆鉾を、何を思ったか引き抜いてしまったそうです。これに関しては、龍馬自身が姉にしたためた手紙に記載されており、その手紙は桂浜の龍馬記念館に今も現存しているのです。なんとも恐ろしい話ですが、龍馬らしい豪快なお話ですよね。龍馬が当時引き抜いた天の逆鉾は、度重なる霧島の噴火によって矛先が折れてしまい、枝毛になっていたようで、これは江戸時代の画家、木下伊津雲の霧島山に登るの木、文政11年に明記されています。なお、現在ある逆鉾の矛先は後付けのレプリカで、いつ誰がつけたか詳しくは分かっていないそうです。そして、もともとあった矛先に関しては島津家に献上され、その後、荒竹神社のご神体として祀られたものの、戦後直後に紛失してしまい、現在も行方が分かっていないそうです。一説では、伊勢神宮に保管されているという説もあるようですが、その真偽は定かではありません。二つ目は、兵庫県高砂市、宝殿山の山腹にある、大志子神社のご神体として祀られている石の宝殿です。またの名を、静の岩屋と言います。石の宝殿は、寸法は横 6.4 メートル、高さ 5.7 メートル、
奥行き 7.2 メートルという非常に大きな石造物でありながら、まるで水面に浮いているように見えることから、浮石とも称されています。実際に見ると、水が張られたため池の上に、まるで浮かんでいるように見えるのです。さらにこのため池は、水路などが通っていないにもかかわらず、いつも水位が一定だと言われており、その荘厳さに拍車をかけています。そして、石の宝殿も天の逆鉾と同様に、誰が何の目的でどのように作ったのかは解明されていません。大志子神社の創建については、初国白洲スメラミコトと称えられていた第10代崇神天皇の時代、日本全土に疫病が流行し、死滅の危機に陥りました。ある夜、二柱の神が崇神天皇の夢枕に現れ、我らを祀れば天下は太平になると告げられたことから、大志子神社が創建され、それ以来疫病も収まり、天下太平となったという社殿が残っているそうです。石の宝殿については、同じく社殿の中に、大穴鞭の神と宿儺彦名の神の二柱の神による伝説が伝えられています。二柱の神が、出雲の国から播磨の国に来た際、国土を沈めるのにふさわしい石造の宮殿を建てようとして、一夜のうちに現在の形まで造営しましたが、途中で播磨の土着の神の反乱が起こり、宮殿造営を止めて反乱を鎮圧している間に夜が明けてしまい、宮殿は横倒しのまま起こすことができなかった。しかし二柱の神は、宮殿が未完成でもこの石に静まり、永劫に国土を守ることを誓った。という内容で、以降からこの宮殿は石の宝殿と言われるようになりました。この伝説を裏付けるように、石の宝殿の裏側には三角形の突起部分があり、家のような形をしているのです。実は、この突起部分が石造の宮殿の上部で、正面側が底部にあたり、現在の状態は未完成であるという説もあります。石の宝殿についての最初の記録である、播磨の国不土記によると、聖徳太子の時代に、湯気の大村寺、つまり、物部の守屋によって建立された、との記述がありますが、聖徳太子が摂政であった時代には、物部の守屋はすでに死亡していたため矛盾があり、その実態は謎に包まれています。また、石の宝殿には以前当チャンネルでご紹介した剣山にあると言われている契約の箱、アークが剣山ではなく、石の宝殿に隠されているという噂もあるといいます。それに基づいてかは定かではありませんが、近年、様々な方法で石の宝殿の調査が行われていますが、謎を明確に解き明かすまでには至っていません。石の宝殿は完成しているのか、未完成なのかなど、今も謎を多く残す石の宝殿、天の逆鉾と同様、ワクワクしますね。4区の新釜は、宮城県塩釜市の塩釜神社の末社である岡間神社のご神体で、危機の海幸彦、山幸彦の説話において、釣り針をなくして困っていた山幸彦を、和田摘の宮へ案内したことで有名な海の神、塩土の王子の神が、人々に製塩法を教えた際に使った釜に模して作られたとされています。古くからこの付近では製塩が行われており、神社の近辺からは海水を煮詰めた土器の破片が数多く発見されているそうです。この4区の新釜がいつの頃のものなのか正確なことは分かっていませんが、江戸時代初期の塩釜の絵図にはすでに描かれているそうで、塩釜の地名の由来にもなっているということです。そして、このお釜の水は不思議なことに、日照り続きでも空にならず、雨が降っても溢れ出ない不思議なお釜であると言われており、変わったことがあると、釜の水の色が変わると古くから言い伝えられてきました。戦国時代以降はこの水に異変が起きた時に、仙台城の藩主に報告することが義務付けられていたともされ、伊達政宗が亡くなる前や東日本大震災当日の朝もこの水の色が変わったと言われています。いかがでしたか？
3つの奇跡と称されるだけあって、これらには多くの謎とロマンがありましたね。何より、いずれの場所も国内で有数のパワースポットなので、気になった方は足を運んでみてはいかがでしょうか。私たちが住む日本には、今回ご紹介した日本3期以外にも、多くの不思議なオブジェクトや建造物が残されています。今後も、日本や世界のハテナを続々とご紹介していく予定ですので、楽しみにしていてくださいね。